射してリングを通り抜けています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は宇宙船を作ってみようと思います。複数のロケットエンジンを利用して使いやすくしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはプリミティア公式ディスコードで見つけた小ネタから紹介します。なんとリンゴは電気を通します。多分水分があるからですね。軽くて壊れやすくて食べられる物体なので今後の武器開発に役立ってくれそうです。ここで宇宙船作りに戻って7つのロケットエンジンを組み合わせた宇宙空間を自由に動ける仕組みを作りましょう。こんな感じで上下左右と前後に動けるようにロケットエンジンを並べてそれを操作するためにベアリングのバネを使った2本のレバーを前に取り付けます。床にベアリングを挟んでいるのはホルスターに固定した時簡単に壊れないようにするためです。あとはこの操縦桿の動きに合わせて古代の合金の配線を追加していきましょう。まずは前後に動く右側のレバーからです。前に倒すと前に、後ろに倒すと後ろに、持ったままトリガーを引くと上に進むようにします。配線を追加したら、すべてのロケットエンジンにくっつくように、燃料も取り付けました。この状態でレバーを動かすと、後ろに進むときに、上昇用のロケットエンジンが一緒に噴射してしまいました。微妙に配線が接触していたので、しっかり修正しましょう。これならどうでしょうか？ちゃんと思ったように噴射してくれています。ちなみに、交代用のロケットエンジンが2つなのは、1つだと私の体に干渉するからです。前につけることも考えましたが、それだと独立した燃料が必要なので、こうなっています。右レバーの動作は確認できたので、今度は左レバーです。左右への移動と下降の操作ができるように配線を追加していきましょう。そうすると左レバーの動作は問題なさそうですが、右レバーを後ろに動かしたとき交代用の噴射が配線に当たって配線が熱せられてしまっています。こうなると推進力も発生しないので、噴射をうまく避けられるように配線を組み直しましょう。よし、これで問題なさそうです。こんな感じで右手と左手でそれぞれ3方向ずつ制御できるようにすることで宇宙空間で6方向に動けるわけですね。左右にある棒はホルスターを固定するためのものです。結構重量があるので地面に下ろして操作してもロケットエンジンの出力が足りず動くことはできませんでした。なので宇宙船を設計図に登録したらロケットを使って宇宙に移動しましょう。宇宙空間に出た後セーブ&ロードによる速度のリセットやグリーンスライムの爆発などを利用して月に降りることができました。早速設計図から宇宙船を取り出したら私が乗って動かしてみましょう。ホルスターを横の棒に固定したら右のレバーを掴んでトリガーを引くことで上昇できます。右のレバーで前後と上に左のレバーで左右と下にそれぞれ移動できるのでロケットエンジンだけを持って移動するのと比べるとかなり制御しやすいです。そして月の外側に向かって進むことで月の重力の発生しない無重力空間に行くこともできました。でも周りが暗すぎてどう飛んでいるのかわかりませんね。そこで月に戻って色の綺麗な光線を使った四角い輪っかを作りましょう。この輪っかを設計図機能で複製して月面に4つ並べることで
宙船でくぐって遊ぶアトラクションを作ってみました。この輪っかを無事くぐり抜けることができるんでしょうか。早速宇宙船に乗ってくぐろうとすると、おっと、ぶつかって壊れてしまいました。宇宙船はそれなりの重量があるので、感性で流されてしまって、結構操作が難しいです。それでも、何度も繰り返し、輪っかくぐりの練習をすることで、操縦が上手くなってきました。そのおかげで、いい感じにリングをくぐることができています。私自身が回転して、方向転換するのを利用しながら、小刻みに噴射するのがコツですね。そのコツを掴んだおかげで、4つのリングすべてを通り抜けることができました。これでアトラクションはクリアです。今度はカメラを近づけた状態で、もう一度やってみましょう。慎重に操作しながら、上昇して進んでいくことで、うまく噴射して、リングを通り抜けています。その後も、角度と高さが違うリングを、次々くぐっていきます。そのまま進んで、すべてのリングをくぐることができたので、ついでに、中央に植えた大木の上に、大木の上は結構広いので、リングをくぐるより簡単に着地することができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。こうやって小刻みにレバーを動かすことで、いい感じに噴射をコントロールして、リングをくぐっていきましょう。噴射の力で左右のスライド移動はできますが、回転はできないので、自分自身が回転して回転操作をするのがコツですね。よし、4つのリングをくぐったので、大木の上に向かいましょう。月の重力はありますが、結構簡単に登れますし、多少ずれても噴射で調整できます。よし、着地成功ですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針を先端に取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。少し上昇した後、前に噴射して体当たりすると、やったー !21,636 ダメージ。巨大スライムを倒しました。かなりの重さがあるおかげで、なかなかのダメージを出すことができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。あれ？宇宙空間だと着火しないのを忘れていました。しょうがないので、ロケットエンジンの噴射で燃やしましょう。よし！スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた宇宙船さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー